焼き加減抜群ですね。はい、こんにちは。小豆島漁師浜湯です。やってきました、マナガツオの季節。遅くない？いや、そうなんですよ。今年はね、めちゃくちゃマナガツオが本当に少なくて、なかなか取るチャンスが回ってきませんでしたが、ようやく取りに行けそうなんで、早速見ていきましょう。レッツゴー。ちなみにこっちの世界では台風オープニング別撮りです。何？スイカ。そしてあいにくの天気です。さあ、じゃあ沖行きましょう。長靴は赤、心は曇りだからブルー。はしご登って、はい、じゃあブレッジで、これ春にも紹介しましたけど、100万円以上かけてここ作りました。社員が1人増えたからね、1人増えたというか1人いるんで狭いんですよ。やっぱサーラ自分だと昼に行かないといけないので、寝るスペースがないとしんどいです。じゃあエンジンかけて、魚群探知機とレーダーを起動。準備は完了。そしてこれは遠隔オートパイロットって言って、自動にしたらオートでまっすぐそこに進むし、遠隔だったら後ろとか、リモコンですねになって、手動はこちらのステアリングです。時は遡り、出港の前に網の乗せ替えシーンを見ていきましょう。サーラの網とマナガツオの網では網の目合いが違うので、網を乗せ替える必要があります。このようにサーラの網走って取りに行ったり、その場で食ったりしますが、 1.5 キロもあるのでものすごく長いです。全部の網が下ろし終えたら、次はマナガツオの網を繰り込んでいきます。マナガツオの方がね、網の目合いがものすごく大きいです。ものすごいスピードで巻くので、常にスイッチは手に。今に戻る。さあ、それでは現代に戻ってまいりました。早速親父が出港の準備をしていたので、僕もはしごを上げて、これは僕らバターっていうんですけど、何の木だったかな、松の木じゃなくて赤木、忘れました。なんかね、木の種類によってもバターがすんごいビヨンビヨンして折りにくかったりとか、折りやすかったりとかあるので、なるべく硬い木を使用します。でも硬い木ってね、限界が来るとバキって折れるんで、魚運んでる時に折れたりすると大変ですね。じゃあ船のすべてのロープを外して、ゴスタンかな、アスタン、ゴスタンどっちだ、下げて出港します。出港。チャーハトから出て大海原へ向かいます。それじゃあ1時間ほど走ってポイントへ到着しました。網をやる準備をしていきます。で、こちらの有管を外して、有管っていうのはステンの管ですね。網を出そうと思ったら何かついてました。これはですね、魚の頭の骨ですね。結構時間が経ってるので、思ったより硬くなくてポリポリでした。じゃあ網を出していきます。で、なんで先に網を出しとくかっていうと、網出しとった方がスムーズにできるのと、海側手の引っ張る力が増してネットローラーが転がりやすいからですね。じゃあ次、灯台に本線をくくりつけて、角度の方を調整していきます。エンジンかけて、オートフォーカスじゃなくて、忘れましたけど、だいたい流せっていうのは南から北にねやるっていうのが僕らの海ではルールなので、そんな感じで角度を合わせていきます。じゃあ回転灯をつけて、いよいよ網を入れていきましょう。回転灯っていうのは周りの船にもう自分たちが今操業開始したよという合図でございます。ではバタクリを回して急いで灯台の元へ、灯台を海の中にドボンと入れていきます。ちなみに南側が青ですね。はい、ものすごいスピードで、さすがベテラン漁師浜湯。ベテランといっても十何年ですが、今が一番やっぱ体が動いて経験もある年なんで、割とプロだと言っても差し支えないんじゃないでしょうか。それでは網を入れていきましょう。網を入れていくときに、この紐ですね、ロープにこの受けをくくって等間隔で入れていきます。そうすると網が浮くので、それを潮に乗って流すことから流し差し網、ここら辺は皆さん予習済みですね。ちなみに図で見るとこんな感じ。
本当はですね、受けと網の間にロープが15メートルぐらいあります。15メートルぐらいあったら多少のね船が通っても、どんな船が通っても大体は大丈夫。めちゃくちゃ大きい船が通った場合はもう網が破れます。僕も2回ぐらいアバの方破られたことがありますね。じゃあ網やりが終了しました。灯台にくくりつけて灯台を最後に入れたら網入れは終了です。 OK、 ガチャと前に行くのは灯台から離れるためですね。はい、じゃあ網入れが終了しました。だいたい30分ぐらい待ってですね、網を上げたいと思います。サーラと違ってですね、結構マナガツオはやってからかかるまで結構早いんですかね。長く置いとってもそんなずっとかかるわけじゃないんですよ。不思議ですよね。こう海に刺してずっとですねこう流して潮に乗せて流していくのに、それは入れとる時間が長いほどかかる魚多そうですけど、案外そういうわけじゃないですね。これは何でかはわからない。ぬるで、どちゃくそ逆光でめっちゃ僕今神々しいと思うんですけど待ち時間を編集したりですね、なんやかんやしております。携帯で漫画を見ることもありますしね。でめちゃくちゃ話変わるんですけど、ステマとかじゃなくて最近青汁を飲み始めたんですよね。で青汁飲んだらバチクソうんこが出るようになって、前3日に1回2日に1回ぐらいしかうんこ出なかったのに、最近ではね1日に2回ぐらい多い時で出て、1日1回ぐらいは出るようになりました。ステルスマーケティングにならないようにどこの青汁を飲んでるとかは言わないんですけど、てか別にね本当いいことを共有したいだけもちろんね案件としていただいても大丈夫ですので、青汁さんお願いします。どこの青汁さんかは言いません。美味しくはない、めっちゃまずい。もうはっきり言う、青汁はクソまずい。ただプロテインと飲むと結構飲めたりも飲みやすいです。全然臭くないです青汁のくだり長いですね編集に戻ります。ちょっと編集は来たんで外へ見てください。この中途半端な夕焼けを。編集も飽きて待つのも飽きたんでそろそろ来ろうかと思うんですけど、あそこからこう南に網があるんですけど、北風がこう吹いてるじゃないですか。で北風が吹いててあっちから来ると船が反転しちゃって網の方にこうなんていうんですかな、船が回っちゃって網がねじるので、絶対ね風下の方から来る必要があるんですよ。風が横とかだったら両方どっちからでも来れるんですけどね。というわけで移動しよう。じゃあエンジンかけて移動していきます。目指すは一つなぎの大秘宝ワンピースで、今網の横をボトボトと走ってるんですが、このねフロートから15メートル下までロープがあって、その下に30メートルの網がずっとこれ連なってるんですよ。不思議ですよね。これでちょっとしか取れないのがなんででしょうね。海が広すぎるんですか。きれくなってる。貴重だな。じゃあ帯到着しました。船をつけて巻いていきたいと思います。イワシだ。イワシが湧いてる。カツオ漁にはあんま関係ないんですけどね、マナガツオには。よろしく。それじゃあ灯台の方に船をバックで近づけていきます。前からというか、横から近づけるのもいけるんですけど、後ろバックでする方が僕は好きですねバックでする方が好きです。それじゃあ灯台を上げていきましょう。本線ほどいてネットローラーの方にくくり替えていきます。で次にガッチャンと呼ばれるものを海の中へ入れていきます。ガッチャンはですね、網がペラの方に行かないように抑えるための役割を持ってます。網ってどうしても潮とかでこうペラの方に行っちゃうんで、ペラも自動でこう回転するんですよね。潮の影響とか受けてしまうと、それを防ぐためにガッチャンがございます。それじゃあ網くりの準備が整いました。カッパを装着していよいよ網を巻いていきましょう。でレバーを上げたらですね、油圧のあれの切り替えをしてなかったのでバタクリが回っちゃって、切り替えを切り替えればバタクリは止まります。ちなみに回す時もまた戻すっていう感じかな。じゃあ網が上がってきたんですが、何やらごちゃごちゃぐちゃぐちゃとしております。これもねまた潮の関係とか
こういうデポチンっていうんですけど、なんかくくり目とかがあるとそこに網がかかっちゃうことがあって、これを先に直してから網を繰り上げていきましょう。きれいに直して、きれいになったところでいよいよ網を巻いていきます。果たして魚はかかっているのでしょうか。魚がいない間は基本的にこちらの入れたロープをですね回収して、受けも回収して、受けを立つっていう、僕らでいうステンのパイプの棒ですね、こちらにかけていく作業を繰り返していきます。それ以外はずっと魚が来ないか下を見つめて監視中です。さあ、何か1匹目やってきたようです。お、来ましたね。なかなかいいサイズのマナガツオ。僕らの使う目合いってかなり目合いのサイズがでかいので、かかってくるマナガツオも基本的には大きいです。たまに小さいのとかが口の方だけかかってきたりもしますが、それの間のサイズっていうのは基本的に網の目合いから抜けてしまうんですね。だから大きいものだけこのようにかかってくる。本当は GoPro2 台体制でやってて、今 GoPro の向こう側を映してるんですけど、なぜかデータが飛んでしまって今日は主観多めとなっております。じゃあマナガツオはそこに骨が通っているので、骨をまず断ち切って、尻尾も血管と骨を切っていきます。血管のとこに骨があって、骨のとこに血管があるって感じですね。そしてこちらが流水血抜きです。血が固まることもなくしっかりと抜けているのが分かります。で、海での撮影って今僕めっちゃカメラのレンズ拭いてるんですけど、常にね海水が飛び交ってたり水が飛び交ってるので、やっぱね常にきれいにする必要がありますね。サブちゃんとかだったらベロでベロンとかのしてるんですけど、ちょっと今回ねご飯時かなと思ってやめておきましょう。で、マナガツオの血が抜けたので冷蔵庫に入れようとしたんですが、ものすごいパワーです。首のとこ締めててもですね、やっぱ神経自体は残ってるのであのように動くんですよ。別に生きてるわけではないと思います。じゃあ氷水の中へ入れて冷蔵庫の蓋をしていきます。あれからちょっと網巻いてるんですが1匹も来ません。で、今年はですねクラゲがちょっと、今年はっていうかめっちゃねクラゲ多かったのに、今回はなんか少なめです。少ないというかほぼいないような感じですね。お、来た。ちっちゃいな、ちっちゃいけどカツオ来ました。お化けクラゲは来てもこれぐらいのサイズ感ですね。でも硬いんですよ。これ硬いんで踏んだりして取ったりとかね。何年か前の動画だったらここでこう握ってジュルジュルとかもやったりしましたけど、もう腕がねめちゃくちゃ痒くなるんですよこのクラゲ。だからもう最近はやらないです。やってた映像がこちら。1、2、3。うわ、それでは現在に戻ってきました。最後クラゲにね完全に押し負けちゃいました。どうしてもね拳で握ってるのででっかい硬いクラゲだとね耐えきれません。で、皆さんマナガツオの泳いだ映像は見たことあるでしょうか。僕はね泳いだとこを見たことがあるんですが、海の方でですよ。めちゃくちゃこいつら泳ぐの速いです。だからパワーがすごくてビューンってね加速も半端ないです。次にやってきたのはナマコですね。で、何ナマコだって思ったんですけど、ナマコって日本だけでも200種類もいるので正直もう分かりません。で、次にやってきたのが天然マダイですね。見てください、この綺麗なアイシャドウと青い斑点。こちら起点と言いまして、仲間に自分の位置を知らせやすくするためのものだと言われております。で、夏の時期って水温が高いので魚がめちゃくちゃ死にやすくて、タイとかスズキとかそういうものを生かして売るとものすごく相場がいいです。もう上がりの方にみんななっちゃうんですよね。死後硬直した氷締めっていうんですけど、そっちになっちゃうと安いですね。次にやってきたのはサゴシですね。で、今年の春のサワラの赤ちゃんだと思います。本当は取りたくないけどかかってきたら仕方ありません。小さいなりにも歯はすごいですね。さすがバーコー魚と呼ばれるだけはあります。
次にやってきたのが宮古ボラ貝。普通は中身は貝ですが、沖で取れるのはヤドカリが入っております。でよくねこんな沖なんですけど、めっちゃねチーチーゼミがかかってくるんじゃなくてね、飛んでくるんですよ。ほらこっちもいっぱいいるやん、チーチーゼミ。あ、飛んでた。チーチーゼミがねいつも 2,3 匹ぐらいいます。チーチーゼミって言ってるけど何なんだろう、チーチーゼミで合ってんのかな。順調3匹で、さっき1匹ガッチャンに引っかかって逃がしたんですよね。あれもったいなかったな。お、違うか。はい、ガッチャンで1匹落としてもったいなかったんですが、ここからは立て続けにマナガツオがやってきます。ちなみにマナガツオの名前の由来ですが、瀬戸内海にカツオがいなかったためカツオを真似てマネガツオからマナガツオになったとか、他にもですね、真にうまい魚っていう意味もあります。西に酒なし、東にマナガツオなしという言葉もあるぐらいです。皆さん見てください。ちょっと見えにくいんですけど、このアバっていう、要は上の方ですよね。あそこカツオですね。あれかかってますね。よし、ゆっくり上げていくぞ。こうポチポチ連打してね、ゆっくり上げていきます。外れやすいからね。ほら、あれ。よっしゃ。落ちるなよ。落ちそうか。ここで見定める。よし、網に巻きつけ。おお、元気。よし、そのまま上がってこい。片手だからとりあえず上に上げる。そしてちょっとカメラ口で加えます。これ iPhone 片手で撮ってるんで、iPhone 片手で撮ってるから全然撮れてないかもでカツオはかかって時間がかかってなかったり、暴れてないほど鱗がいっぱいついてるんですよね。見てください、この綺麗な色。これがカツオの本来ですね。裏側はこんな風に剥げてるじゃないですか。これが網で擦れたとこです。剥げてるカツオはだいたいこんな感じかな。よくある。もうほとんどね、漁法によっては真っ白なカツオとかもいます。でこちらも流水の中で血抜きだ。綺麗。さあいろいろありましたが、網も終盤、残りわずかというところで、網がねこっちの終わりの端もなんかぐちゃってましたね。潮が悪かったなどでしょうかしっかり直して網を巻いていきます。これにて網繰りは終了です。最後に灯台を上げてで船を洗ったらおしまいですね。お疲れ様です。最後に豆知識なんですが、江戸時代に普通のカツオでナマスを作るっていうのはよく知られていたんです。でもですね、京都では新鮮なカツオが手に入らなかったため、その時はマナガツオを代用してました。以上。はい、じゃあ帰ってきました。だいたい10匹ぐらいでしょうかね。最近で言えば本当上等かなと思います。で漁してたらチーチーゼミがねいっぱい体にピチピチ当たってすごいうっとしかったですね。チーチーゼミの多分名前の由来はですね、ピチピチ体に当たるピチチーゼミですね。ただいまマダラちゃん、ただいまです。じゃあお手はお手してお手。はい、よし。はい、じゃあお家帰りたいと思います。でね、今あれを飲むために水分を断ってるんですよね。断ってるって言ってもちょっとですけど、網繰り出したぐらいからですけど、早く帰って風呂入ってあれですね、あれです。これのために我慢してきました。今10時ですね。で明日4時起きなので、これ飲んで早く寝たいと思います。今日は4時から働いてたので疲れました。おやすみ。おはようございます。起きたふりです。港の方へやってきました。そしたら市場の準備をしていきましょう。じゃあ船に乗り込んで魚出していきます。いや見事なカツオですね。いい
はい、じゃあ9匹のカツオがいました。で1匹落としたんで本来は10匹ですね。なかなかです。こちらのちっこいのちょっと切りすぎちゃったんでこれおかずにします。うまそうだ。じゃあ8匹持っていこう。こういった大きいものは大きい箱に立てます。パンパン。ちなみに基本魚は左向きがいい。締めが見えないからね。でかっこいいパーチ、これをかけてよいしょ。はい、これで OK。 はい、じゃあ魚に氷していきます。水と水。はい、じゃあ魚カバーかけて持っていってもらいます。はい、じゃあ市場の準備終わりました。市場はですね親父が行ってくれるので、僕はカニ立てを繰りに行きたいと思います。よろしく。それではいきなりカニ立て繰りスタートです。今回はですねマナガツオ漁が一応中心なので、カニ立てはさっといきたいと思います。1匹目早速ワタリガニがやってきました。見事なもんですね。で次にやってきたのは石ガニ、味噌汁とかね味とかもすごく美味しいです。そしてガンゾウビラメ、こちら船で干す漁師さんとかもいて干してトースターとかで焼くと非常に美味しいです。小さいので、小さいというか生きてて1匹取っても仕方ないのでリリースいたします。なんかやってきました。またしても大きなワタリガニです。月夜のカニには身がないなんてねことわざもありますけど、見かけ倒しで中身が伴わないなんてことがないことを祈ります。昨日も取れた宮古ボラ貝ですね。昨日はザリガニだったんですが今回はちゃんと貝が入ってる。10個ぐらいいたらおかずに持って帰ってもいいかなって思います。そして稲ごち、稲が取れる時期に美味しい、非常に淡白、そんな感じの情報しかありません。さあ次はこちら酒田サメですね。サメとついてますがエイです。田んぼのなんか農業の際に使うあれなんかの形に似てます。水中の中で泳ぐ様子を見ていきましょう。海の中に突っ込んで GoPro を入れてみるとヒレをねパタパタと刺して非常に可愛らしいです。これだけなんですが結構なスピードで泳いでいきます。めちゃくちゃ速いです。さあ次は何が来るんでしょうか。赤ゲタですね。残念ながらゲタの方は腐ってしまっております。でカニがゲタを食べに来ようとしてよく網にかかります。ただカニを見ると足というか爪ですね。爪がありません。どうやって食べるつもりだったんでしょうか。爪がない足がないって言ってもあれは正式名称では観客といって一応足です。生物学的にはね。じゃあ網繰りが終了しました。 OK。 それではカニの爪をねゴムでくくっていきましょう。こちらの大きいカニもうちょっと元気はなくなってますが丘の上でもねなかなか死ぬことはございません。ゴムを用意してくるくると慣れた手つきで回してつけていきます。これはね僕結構漁師界でもスピード速いんじゃないかなと自負しております。もう一匹も見ていきましょう。完璧ですね。じゃあこれら、池間の中この子は必要がないですね。池間の中に入れて網繰りは終了です。お疲れ様でした。はい、じゃあ帰ってきて次はですね牡蠣の注文がちょっと入ってるのでそれを取り行きたいと思います。次は小舟ですね。もうだいぶ大ききてるんですけど取り忘れてた。
で牡蠣はですねシングルシード方式といって、こういったカゴで、牡蠣をね育てております。でカゴが揺れることによってカップが深い牡蠣ができるといった感じですね。じゃあ取っていこう。で1個剥いてみました。まあ身入りは上々といったところでしょうかね。でこのようにカップが深いので、これで小さく見えても手に持ってみると案外ぷっくりしてます。もうちょっとですね。食ってみるとうまいです。ただまだ生食のね申請の許可が通ってなくて、まだ生食はできないんで、蒸したらちょっと小さくなるっていうことが分かったんで、販売はもう少しお待ちください。ただ味はうまい。じゃあ150個採取完了。はい、というわけで帰ってきました。1匹落としたのとかも全部加味したら10枚ぐらいは取れたかなと思います。それで今年もこちらですね、2年ぶりぐらいに発売したいと思います。2年ぶりですね。こちら僕のいつものパッケージに入っているやつですね。開けていきましょう。オープン。わーん。はい、瀬戸内海のマナガツオが丸ごと1匹入ったセットです。で半分がプレーンで味付けなしで、もう半分は味噌漬けです。で動画でも見てもらった通り、今年マジで少ないので100セットぐらいしかできておりませんが、マナガツオぜひ食べてみたいという方よろしくお願いします。ただ目玉は本当飛び出るぐらいは高いです。本当に高いですそれだけはご理解いただけたらなと思います。じゃあちょっと調理していきましょう。レッツゴー。ではまず食べる分をですね、このように入れて、急速冷凍なんですけど、これ実はもうちょっと解凍しております。で水、最初から本当はね氷水がいい。で氷を入れて冷蔵庫の中で、多分半日ぐらい解凍します。で半日解凍したと仮定して取り出していきましょう。でこんな感じで解凍ができて、袋から取り出して味噌漬けはこんな感じ、しっかり中まで使ってます。美味しそう。でこっちはプレーンなので正直ね多分刺身でもいけると思います。でもおすすめなのは塩焼きか天ぷらですね。さばきにくいですけどさばいてもらって天ぷらでも OK。 今回は塩焼きにしましょう。で余分な水気を吸い取って味噌もで、これを七輪で焼いていきます。プレーンには塩。マナガツオってねほんと塩焼き美味しいんですよ。全然パサつかないし、当然味噌漬けもクソうまいけどね。でさっきも言いましたけど、これマジでめちゃくちゃ高いです。で僕が利益そんな取ってるかって言われると本当にそんな取ってないし、よそに比べるとこれでもだいぶ安いぐらい。じゃあなんでお前は時計してんだよってね、これはですね沖で携帯見るのが大変なので2万円のセイコーの時計を買いました。それは許してくださいで YouTube やってるとよくね稼いでるんでしょって聞かれますし、おそらく皆様も気になってると思いますが、確かにね YouTube だけやっててそこそこ再生数が回ってれば結構稼げる方の職業ではあると思うんですけど、僕は居酒屋とか、失敗はしましたけどそこにいっぱい突っ込みましたし、で今牡蠣養殖とかでも1000万ぐらい突っ込んでて、だから本当金がね残ってるかって言われたらそんなにね残ってないです。だからマナガツオで稼ぐのかと、そうじゃないんですよ。美味しいものを共有したいっていう僕の理念があって、それに沿って自分が美味しいと感じたものだけを販売していく、それが浜湯です。よろしくお願いします。ちょっとわざとらしかったね。久々の撮影だからね、最近風とか台風で全然撮影もできてないし、養殖も忙しいし、美味しいマナガツオ食って元気出しましょう。はい、じゃあめちゃくちゃうまそうに焼けてきました。焼き加減抜群ですね。白焼きの方も美味しそうに焼けてきました。はい、じゃあ焼けたので最後に皮目炙ります。うまそう。はい、じゃあお皿に移してはい、じゃあ美味しそうに焼けたのにすだちを飾って、というわけで完成しました瀬戸内海超高級魚マナガツオの味噌漬けに塩焼きです。それじゃあ小通り。はい、それではいただきます。じゃあまずは味噌漬けから。身離れ骨離れがいいホクホクでござる。
これは贅沢ですよ。うわ、もう口に入れた瞬間にほんと他の魚とは一線を画す食感、繊維の入り方っていうんですかね。口に入れた瞬間にほんとバラバラになって全然パサついてもないし、なおかつこの味噌が中までしっかり染み渡ってめちゃくちゃ美味しいです。ご飯とも爆言で、こちら塩焼き、すだちをちょっと絞って身を取ります。うわー、うまそう。こっちはどうかな。うわー、なんだろう、味噌漬けと繊維のあれが違う。もっとブロックが大きい感じで、こっちもやっぱパサついてないし、すだちのいい香りとマナガツオの上品な旨味、これがマッチして最高に美味しい。僕は味噌漬けの方が好きかな。どっちもうまいな。でもやっぱ塩焼きって苦手な人結構いると思うんで、天ぷらとかにしても本当美味しいので、ぜひおすすめですね。味噌漬けご飯にめっちゃ合うわ。うまっ。塩焼きも最高です。当然お酒にももってこい。いただきます。芋の香りがして美味しい。ビールとかもいいんですけどね、やっぱ繊細なマナガツオの身には繊細なお酒かなって思います。はい、それじゃあ、あとはゆるりとごちそうさまでした。というわけで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。瀬戸内海の超高級魚マナガツオ漁ということで、ここ最近は年々減っておりますが、ぜひ皆さんもマナガツオ食べる機会がありましたら買ってみてください。本当に魚の概念を覆す美味しさです。今の買ってくださいっていうのは市場とかお魚屋さんとかスーパーでの話で、僕の商品を買っていただいてもいいんですけど、正直めちゃくちゃ高いということを重ね重ねお伝えしておきましょう。そんな感じで本日は終わりたいと思います。お疲れ様でした。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。さあ、飲みながら続きだ。